どうも皆様、いのニーナです。今日の動画はユニクロ大量購入品を紹介していきます。156センチ、44キロ、35歳フィリピンハーフの私が紹介するユニクロ大量購入品を紹介していきます。普段の私のお洋服選びは楽だけど手抜きっぽく見えないっていうコーデが好きなので、今回もカジュアルアイテムなんだけどアラサーアラフォー世代にも上品見えして着やすいといったアイテムを厳選しました。ラインナップはこんな感じです。トップスが9点、パンツが2点です。一番多いかも今までで。これからの季節に1点持っておくとかなり便利なアイテム勢揃いです。それでは始まります。スタート。それでは早速1着目がカシミヤクルーネックセーター5990円。生地がかなり薄手でカシミヤならではのとても軽く肌に触れるとふわっとした柔らかさが特徴です。カシミヤ 100% なんだって。これ着心地が抜群です。表も裏もすごい滑らかな肌触りです。インにした時にふわっとゆったりと着たかった。なので今回2サイズアップの M サイズにしました。袖は手首までカバーされているんですけど、少し締まっているので下ろした時に萌え袖にはならず、きっちりとした大人感が出せるような手首の丈だって思います。見丈は腰の骨がすっぽり隠れるくらいで、リップラインは少し出ます。生地と長さ的にインにもアウトでも着やすい絶妙なバランスです。ディテール紹介すると、首元は結構シンプルなクルーネックですっきりとした印象に。このニットの一番気に入ったところは色味なんですよ。この深みのある赤がめちゃくちゃこの黒髪に映えるので、もう久々に赤ニット買いました。私地黒なのにブルベだからちょっと青みがかった赤の口紅とかが似合うんですね。でこのニットもちょっと青みがかった深みのある赤なの。しかも野菜や装飾がないので派手すぎず上品に仕上がってるんですよ。きちんとしたコーデにも使えますし、ちょっとしたお出かけや合わせるボトムスによってディナーとかも楽しめそうな高級感のある素材とカラー、着回し力が高いのが魅力だと思います。 M サイズのシルエットはラインが消えすぎず程よくフィットする女性らしいシルエットが素敵だし、品も良いなって思いました。続いての購入品はこちらです。これめっちゃ可愛いスムースコットンリラックスポロセーター。価格が3990円です。ミニマルなデザインでグレーなんだけど形素材感も相まってすごいね、なんか清潔感があるような一枚だなって思いました。滑らかなコットン素材でとっても肌触りがいいセーターです。骨格ストレートって張りがある素材がしこらない素材なんですけど、ザ張り感が強い感じの生地なところがお気に入りです。適度な厚みがあるんだけど軽くてとっても柔らかいのでリラックスして着られる快適な一枚です。かなりゆったりシルエットだったので XS サイズを選びました。肩のラインが少し落ちるドロップショルダーが特徴です。肩がガンダムな人も安心して着られます。袖の丈キュッとなってないので腕を下ろすと萌え袖になります。丈がすごい絶妙だなと思って、ゆったりシルエットなんだけど長すぎない丈なのですっきりと着られるんですよね。全体的にすごいバランスがいいサイズだなって思いました。ディテールはプロセーターならではの開いてる襟のデザインが、コツストで襟が苦手でも結構着やすい首元のデザイン、少し大人っぽい印象も与えます。ここがリブになってないからミニマルな印象を与えるところも個人的にツボでした。でも袖部分はちょっとリブになってます。だからさ、めちゃくちゃ綺麗めに着れるんですよね。スッキリ感がグレーなので、もう本当にどんなコーディネートにも合わせやすくて着回しやすい万能な一枚です。やっぱ冬明けたばかり2月、時にはめちゃくちゃ寒い日もあるってなった時にリラックスできるようなお洋服で日々その疲れをためないように過ごせる服っていうのをすごい重要視していて、このトップスにも普通に下はデニムでめっちゃカジュアルに合わせようかなって思ってます。この服胸元が後ろにこうやって流すように着ても可愛いなって思い
いました。その分ね、首元も長く見えるような着方です。このトップスチャコールっぽくて、メイクによってはめちゃくちゃやぼったく見えるんですね。だからこういうオレンジがめっちゃおしゃれに見えるようなリップと合わせた方が手抜き感が出ないです。セルボークっぽいカラーのリップ、私が使ってるのはリカフロッシュのノーネームというカラーです。この服はね、ピアスもアクセサリーもなんかおしゃれっぽく見えるものに全振りした方がアラサーアラフォーには着やすいかも。合わせるスカート見つけた。これはね、グレールで買ったチュールスカートで、なんか白いチュールスカートでも可愛いと思うんですけど、まだ寒いし、ちょっとこういう落ち着いたブラウンと合わせるのが可愛い気がします。ちなみにホワイトも色違いで買っちゃいました。色によってたまに素材とかが違っちゃったりとかするんですけど、これはね、同じく張りもあって適度な厚みもあって、素材は全くグレーと一緒だと思います。色味なんですけど、真っ白っていうよりも少し黄色みがかってるアイボリーのようなクリームのようなカラーです。おしゃれさに振り切るんだったらグレーの方が惹かれるなと私は思っていて、ホワイトの方がなんかより女性らしさ、モテとかに全振りするんだったらこっちのカラーかなって思います。清潔感ありますよね。ミドサーはさ、清潔感に服全振りしたくなっちゃうから、なんかホワイトばっかり選びがちだけど、これもホワイトだし襟もついてるから、さらに清潔感を加速させてくれるような一枚だなって思います。続いてのアイテムはスムースコットンクルーネックセーター。さあベーシック、結構しっかりとした厚みがあって、触り心地がめっちゃ滑らかで着心地が良くて快適です。コットンなので裏側までも滑らかで、私は XS を買いました。 XS で燃え袖にならず程よい袖丈着丈になってます。でディテールはブラックなので見えづらいんですけど、このクルーネックデザインにここがちょっと V のステッチが入ってるのがカジュアル感を出してくれます。なのでパキッとしたちょっと強めのメイクだったり、ちょっとコートがきれいめな中にこういうカジュアルなトップス入ってると、ちょっとゆったり感リラックス感も演出できる、余裕のある大人感を出せるかなって思います。結構リブ仕立てっていうのもこのトップスのポイントになってます。形がとっても綺麗ですよね。丸みがあるのでコツストにはガタイ大きく見えちゃうんじゃないのって感じなんですけど、着丈がそれを全てチャラにしてくれる、緩和させてくれるっていうところで、久しぶりにこういったカジュアルなトップス買ってみました。デニムだったりチノパン、きれいめな白いスラックスとかと合わせても可愛いと思います。で中に着ているこれもユニクロのロンティーなんですけど、ニットの外に見えるように買いたかったんですけど、このニットと合わせるにはちょっとこのニットがぴったりすぎましたね。もう少しゆったりしたニットであれば、綺麗にこれがしわくちゃにならずに出てくれると思います。このトップスたちの長さの組み合わせによってなぜかちょっとフリフリみたいなガーリーな感じのになっちゃうのでアウトですね。この組み合わせは1台で着てみるとこんな感じです。こちらはエアリズムコットンティーという商品名です。かわいいロンティー、めっちゃ綺麗。しかもなんか生地感がめっちゃ清潔感ある、綾瀬はるかさんって感じこちらはそのニットの下に少し見えるスタイリングを意識して、ちょっとこの2サイズアップを選びました。エアリズム特有の滑らかな肌触りで通気性も良くて快適です。コットン素材がミックスされてるので、なんか柔らかさもありつつカジュアルな印象にもなります。ディテールはちょっと肌着感があるようなネック部分になってて、ニットの下から、見えるのも計算されたような結構厚みがあるデザインです。でカラーはもうザ漂白白って感じのめっちゃ真っ白です。ホワイトなんですけど結構透け感は控えめなので、インナーを工夫すれば普通に1枚でも可愛く着れると思いますね。これは形もね結構綺麗なベーシックな感じですね。続いてのアイテムはこちらです。 JW アンダーソンコラボのオックスフォードシャツです。
形さ、シルエットがめっちゃ綺麗。コツスとシャツちょっと着づらいんだけど、サイズ感だったりシルエットによってランダム感も出ず、形がめっちゃおしゃれ。オックスフォード生地っていうらしいんですけど、厚みがすごいちゃんとあるかといって生地に硬さはないんですよね。肌触りがよくさらっとした触り心地です。裏面も全然チクチクしたステッチ部分とかもなくて快適。 X サイズ買いました。ちなみに皆さん X サイズネットでしか買えないですからね。低身長の人はむしろもう返品とかできるから思い切ってネットとかで XS と S なんか両方買ってみて試着するのもありだと思います。私はね試着して決めようと思ったけど XS でもぴったりすぎずいい感じのサイズ感です。むしろ絶妙。袖の長さ、手首はジャスト、折り返しても使えると思うけど、このデザインだったらなんか折り返すと全部チビティみたいになっちゃうから着丈が短い分袖長いの可愛いと思うので普通に着ようかなって思います。インでもアウトでも可愛い気がする。ちょっと可愛すぎるこれ。ちなみにこのパンツはグレールのパンツでめっちゃ形綺麗なの。ヒップラインもめっちゃ綺麗だからゆったりパンツなのにすっごいスタイルがよく見えるシルエットなんですよ。このシャツはちょっとフロントだけこうやってインにして着ても可愛い。マジで形綺麗だな。襟元は結構レギュラーなカラーでシャープな印象に。で肩の部分もちょっとだけドロップショルダー気味でリラックス感があります。で左ポケットに結構大きいポケットがあるのでこれが結構実用的。服に対してこのポケットがめっちゃでかい。ホワイトがもう本当に漂白されたような清潔感のあるホワイトなのでボトムスだったり他のアイテム問わずすごい合わせやすいと思います。透け感は若干あるのでインナーは気にした方がいいです。続いてのアイテムはこちらです。 3D コットンリラックス V ネックセーター、2990円のオフホワイト XS です。これはねちょっと XS じゃない方が良かったな。1サイズ2サイズくらいアップにした方が良かった。なぜかというと袖丈が短い3D コットンなのでしっかりとした厚みがありつつ柔らかさをね感じるようなコットン素材です。肌に馴染むような柔らかさで快適な着心地です。表はこういうニットでストレスなく着られます。手首がしっかり隠れるくらいの長めの丈が良かったんですよ。それでちょっとリラックス感っていうのを演出したかったんですけど M ぐらいが良かったかな。ユニクロのサイズ感とかも把握してるしと思って調子に乗っちゃいました。ちゃんと試着して買えばよかった。見丈はこんな感じ。ヒップよりも全然上、骨盤すらも隠れない丈で、ディテールは深すぎない V ネック、深すぎない V ネックでデコルテが綺麗に見えます。結構濃いめのリップがきっちり感が出ます。でオフホワイトにブラックのボーダー柄がアクセントになってこのコントラストが結構すごい清潔感を見せてくれるなって感じます。デニムとかチノパンに合わせたカジュアルな日常のコーデとしても使いやすいと思います。続いてこちらのジャージーバレルレッグパンツ。これがなんか今ユニクロですごい流行ってるのかすごいいろんな人が買ってるのを見て私も買ってみました。ちょっと形が特徴的ですよね。価格が3990円。私は XS を買いました。生地は程よい厚みがあって柔らかさも兼ね備えてます。ジャージー素材特有の滑らかな感じ、程よく厚みがあってちょっと硬め、着心地を悪くするほどの硬さじゃなくてシワが目立たないような張り感のある生地です。裏地もなく軽やかな感じでちょっと今の季節これだけだと寒いと思います。ウエストは程よくフィットしてヒップラインがとっても綺麗です。足元にかけて緩やかに広がるバレルレッグシルエットがすごい特徴的です。慣れるまでに時間かかりそうだけどこれ1枚でおしゃれ感は出ます。ディテールはウエスト部分はこういうボタンが見えないような仕様になっていて見た目がすっきりします。ポケットが土木の制服みたいな感じ、白なのでヒップラインとか若干透け感とかは気になるのでインナーのカラーは気をつけた方がいいです。続いて JW アンダーソンコラボのストレートジーンズを買いました。これめちゃくちゃ私気になっててポケット部分に JW アンダーソンのロゴも入ってます。デニムらしいしっかりとした素材感なんですけど程よい柔らかさがあって座った時にも全然皮膚が痛くなっちゃったりとかはなく快適です。コラボアイテム
ムらしいね高級感も感じられます。24サイズを買ったんですけど、ウエストからヒップまでちょっとゆったりめ、足元にかけてとっても綺麗にストレートラインが出ていて足長効果抜群です。ヒップラインがめっちゃ綺麗なのでトップスをインするとスタイルアップが狙えます。シルエットは足にぴったりすぎず程よくゆとりがあるストレートカット、カラーは落ち着いたブルーデニムで季節を問わず使いやすいような色合いだって思います。デイリースタイルにも合わせるトップスによって少し綺麗めなコーディネートにも合わせやすそうな万能アイテムです。続いてメリノリブタートルネックセーターです。めっちゃピチピチだけどコツスト大優勝セーター。コツストはヒートテックが一番漏れるっていうじゃないですか、痩せて見えるっていうじゃないですか。これもちょっとそのぐらいのなんかめっちゃスタイルよく見える効果があります。なぜか首が詰まって見えないの、二つ折りなのに。私はタートルネックを選ぶ時はだいたいその折らないといけないセーターはマジで事故るんだけど、これは2つ折るのに全然首が詰まって見えない。このセーターは結構な薄手なんですけど、メリノウールが入っていて見た目の薄さにしては割と保温性はあるって感じます。肌触りが良くて全然チクチク感がないです。ぴったり張り付いてるのに。で、私は XS のサイズを買いました。袖は手首ジャストサイズ、着丈はヒップちょうどかかるくらいなので生地の薄さも相まってインでもアウトでも着やすいトップスです。首元は結構高めのタートルネック、寒い季節でも首周りをねこうやって温められる、しかも漏れるスタイルもよく見えるなんて超奇跡的な一枚ですね。もうシンプルなこのリブ編みがもう一周回ってすごいスタイリッシュで、レイヤード着もできるし、スカートでもパンツスタイルでもコートの下でもとにかく万能。まだ続く寒さ乗り越えたいんだったらこの1枚は超買いです。ただ透け感がちょっとあるんですよね。だからインナーの色気をつけた方がいいと思います。中にキャミソールとか着ちゃうとぴっちりめだからラインが響かないようなキャミソールじゃないと結構目立つかも。このメイクでも結構しっかりリップを塗ってます。シルバーでちょっと清潔感を。続いてこのカーディガンの下にその見せる用として欲しいなと思ったのがこちらの極暖ヒートテックリブブラティスリムフィットです。実物はこんな感じなんですけど、ちょっとカメラでお見せできるような感じじゃない、もう完全に肌着カーディガンに合わせて着てみました。こちらはですね薄手ながらもしっかりあったかいっていうのが特徴です。この形で極暖っていうのを初めて見たので、ちょっとあったかいカーディガンの下になんかこんな感じで着てちょっとキャサ見せしたいだけど暖かくしたいっていう時にもってこいだなと思って買いました。ちょっと見せれないのでパパッとだけ紹介しますね。リブ編みになっていて、で今回私は S サイズを買ったんですけどかなりピチピチです。だからカーディガンは脱げないです。これは白だからなのかもしれないんですけどかなり透けるのでその点もあって脱げないです。で首元は結構広めな作りなのでサイズはむしろ小さめがいいです。これが大きくなっちゃうと胸元の開きも大きくなってしまうと思います。マジで絶妙。こういうさまっすぐのやつとか持ってるんですけどここがまっさらなんですよ。ちょっと軽く細くこうラインが入ってるのでそのおかげでちょっと肌着感がなく普通になんかちょっとニットっぽいもの着てるなみたいな、肌着っぽく見えたくないじゃないですか。ただキャミソールってどうしてもここのラインのせいで肌着っぽく見えちゃったりとかするんですけど、これは普通になんかトップスみたいに見えるっていうところがお気に入りです。こういうメンズのビッグシルエットなカーディガンの下に着てみました。下はジーンズです。かわいい。はい、いかがだったでしょうか。今日はユニクロ大量購入品でした。久しぶりにこんなに買いました。ちょっと買いすぎですね。今期はめちゃくちゃ綺麗なベーシックアイテムが揃っていたので長持ちさせれば流行り廃り関係なくずっと着れるようなアイテムがいっぱいあったので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたらよかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。真似して買いすぎて破産しないでね